冬といえばコミケなので最近のコミケ入場に必要なリストバンドの転売ヤーによるぼったくり価格転売をトレーナーに教えるついでにドボメ二郎先生が冬コミ新刊として自分がトレーナー宅に行って5秒で馬ぴょいする漫画を描いていたことも教えるトランセンド。いやー、冬ですなー、トレジーさん。冬ですなー、トラバーさん。って誰がばあさんだっての。でもトレちゃん、冬と言ったらあれの季節だよね。あれ？そう言われても冬はイベントが多いからな。ふむり、それも言えてるね。じゃあトレちゃん、これ見てみ。どうした？また面白いガジェットでも見つけた？うんにゃ、ガジェットではないんだけど。これは？フリマアプリだよん。それはわかるんだけどこの出品物は？冬コミ1日目の入場リストバンドだよん。高。これマジ？トランが作成したコラとかじゃなく？マジのガチよ、トレちゃん。嘘でしょ？こんな値段で取引されてるの？そうなんだよね。これの正規の値段っておいくら万円なんだい？トランさんや。このフリマで転売されてるやつは主に午前入場のやつなんだけど1210円だね。それが倍以上の値段で売れちゃうんだ。さすがに3倍4倍の値段ではそうそう動かないだろうけどソールドになってるのはどうしても参加したいっていう人が早めに確保したんじゃないかな。そういうことか。あれ？ちなみに午後入場は？午後入場は440円だね。午前に比べてだいぶ安いんだな。ほら、企業ブースとかのコミケ先行販売品とかそうでなくても人気サークルの本なんかは午後に行っても間に合わなかったりするしさ。そういう観点から需要を考慮して午前と午後で値段に差をつけてると思うんだよね。知らんけど。なるほど。先行販売品といえば今回だとジェンティルちゃんとかブブブ三姉妹のぬいぐるみとかがまさにそういうあれだね。もっとも秋葉のアミアミラジカン店でも2025年12月30日から2026年1月13日まで先行販売予定なんだけど。そのチャンスを逃したら受注生産を依頼して2026年8月頃の到着を待つことになるのさ。半年以上待つのか。だからどうしても欲しいっていう人は午前入場のリストバンドを欲しがるって寸法なんだよトレちゃん。ふむ。でもさ、ライブのチケットとかもそうだけどこのリストバンドのフリマ出品って認められてるの？認められてるわけないんだよな。ですよねー。ほれ、公式にそう書いてあるし古事記にも書いてある。古事記には書いてないんじゃないかな。まあ、細かいことはいいじゃないの。でもこういう行為は困るよな。本当に行きたい人の手に正規の値段で行き渡らなくなっちゃうし。そうだね、デジタルちゃんも嘆いてたよ。あれ？あの子はサークル参加なんじゃないの？そうなんだけどさ。デジタルちゃんは同人作家としてのファンともしっかり交流してるんだけどそのファンから午前のリストバンド買えなくて午後入場になったって聞いたらしいんだよ。それで心を痛めているのか、優しい子だねー。そうだね。だってよ、聞いてるか？ドボ先生。ドボ先生は心を痛めつけていく側だから。心の痛みを知らぬ者め。トレちゃん、どうした？いや、あんまり考えたくないんだけど。転売ぼったくり価格でも入場リストバンドを買って購入したい先行販売品ってさ。それも転売対象になったりするんじゃないの？さすがトレちゃん、ご明察。さっきのぬいぐるみなんかだと普通に手元に届くのは半年以上先だからそこに価値が生まれちゃうんだよね。なるほど。こういうの遊戯王なんかでもあったな。イベント先行販売パックみたいなやつ。今はどうだか知らないけど。現地で300円で買えてネットだと900円とか1200円で売られてるんだよな。地方民が関東圏まで出向く交通費や並ぶ手間を考えるとむしろ安上がりか？理論も理屈もいらねえ。転売ヤーはピね。あとはやっぱり人気作家さんの制作したグッズなんかもそうだね。そうなの？こないだ SNS で見たよ。自分の制作したグッズが転売されてて悲しくなったみたいなの。ああ、制作した人からすればそうだよね。仮に即売会で1000円で販売していたものが300円でフリマアプリに流されたのならいらなくなったんだなーってなるけどきっとそうじゃないんだよね。倍の値段で販売されてたらそりゃいい気分しないでしょう。だねー。だって自分の作品が好きでそれを目当てに来てくれた人に手渡せないのは悲しいよな。悲しいけどこれ戦争なのよね。
まあそんな感じで複数の意味で価値のあるグッズをゲットできる可能性がある午前入場リストバンドには価値が付加されちゃうってわけで。はあ、なんとも言葉に言い表せない感情が心の中に渦巻いてくるな。本とかグッズにそれほど興味なくて雰囲気だけ楽しみたいのなら午後入場で全然いいと思うよん。その際もリストバンドは事前購入しようね。当日券は高いんだっけ？そう、確か1000円だね。当日券を高くすることで事前販売を促し当日のスタッフさんの手間をわずかでも少なくする狙いがあるんだって。何万人も来場するんだもんな。スタッフさんも大変だよな。まあ単純に500円くらい安くなるし当日券を買う手間も省けるしやっぱり事前購入するべきだよ。500円もあれば会場で1冊買えるしね。ドボネ二郎先生のお詫びペーパーまとめ本とか。何その存在自体が赤っ端の本は。そうそう、ドボ先生といえば冬込み用の新刊あるみたいだよん。へえ。これ、トレちゃんとうちのことをネタにした本だよん。は？オタク馬娘との馬ぴょいは最高に気持ちいいだってさ。は？家に来て5秒でぴょいしてるねー。は？ちゃんと間に合わせたんだドボ先生。トラン、これ許可出したの？やだねートレちゃん、出すわけないでしょ。じゃあなんで存在するの？書かれたからだね。無法の極みだな。だってどうせ許可なんてくれないでしょ？だったら確認なんてせずに書くわ。でもほら見てみなよ、実質ギャグ本みたいなものだから。ふむ。定点コマ使ってページ数稼いでるな。左向きの顔しか書かれてないな。なんか手の形が変だな。書かれているだけマシだよん。書くのを避けるためになるべく枠外に行くように構成されてるからね。あとうちの顔がうちというよりイクノちゃんみたいになってるよん。まあ、ある意味笑える、か？この二人で成田トップロードは無理でしたって巻末に書いてあるよん。もっとストーリーを練ってほしいねー。まあうちらで成田トップロード本書いてたらドボ先生のパソコンデータを消滅させてたけどね。トランなら本当にやるだろうな。かといって今のシナリオもひどいから修正シナリオをドボ先生に送っといたよん。他のも見てみよっかトレちゃん、最近のドボ先生すごいんだよ。すごいってどんなの？まずこれが巷で噂の失恋ブエナの夏休みだよん。うわぁ。そしてこっちも巷で噂になってる失恋ダンスの夏休みだよん。うわぁ。この夏休みシリーズ、ファインちゃんステルちゃんとかエアブルーブちゃんアルブちゃんとか色々出てるけどサオ役がいつも同じなんだよ。ドーベル、今すぐ生徒会室に来い。今度はお米先生の作品だよん。以前は悲劇的な童話が多かったのに最近はなぜか携帯女性にもつがきする馬娘の作品ばかりになってるね。それ自分のトレーナーを書いてないか？取り扱ってる書店も三省堂から渋谷書店に変わってそう。次はアリスデジタル先生の作品だよん。ジャリバイケメンとの同性におわせとか最近よく書いてて頻繁に燃えてるんだよ。は？これがマートレさんの毎日マーちゃんまとめ本の6冊目。毎日更新してるのに書き下ろしありとかどうやってんだろね。あいつは異常だから。異常者集団の中央のトレーナーからそう断言されるのはよっぽどだね。次はミサクラクラブの作品だよん。最初はミサクラモーレル先生のソロ制作でブライアンちゃん林本が中心だったんだけど爆乳王先生たちが加入して分厚くなってきたよん。そっか、グループ活動作家っていうのもあって当然だもんな。筋肉マンのゆで卵先生みたいにね。西野花先生の作品もあったよん。素直になれない二人をよく書いてたのに最近なぜか復讐系ばかり書いてるみたいだね。大抵キングちゃんが1ページ目でやられてるね。そうなんだ。そういえばトレちゃん、シービスケットってサークルの本は知ってる？シービスケット。発売後に即発禁になったってやつ。そう。借金抱えた父親を娘たちがお仕置きする本なんだけどあまりにハードすぎてね。ガタ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 。ところでトラン、さっきから同人誌見せてくるそのサイトちゃんと合法のもの？ラブズちゃんと仲良くなると馬娘限定で読ませてくれるアカウントくれるんだよ。ラブズオンリーユー？あ、なんで？って思ったけどそういえば販売サイトとしては大手も大手のとこの娘さんだったな。ともかくトラン、もう十分だよ。じゃあ最後にこれだけ見てよ。それなら。この本に見覚えある？これは。
トレちゃんが若かりし頃にメガネボインスキー先生として出してた本だよん。は？今度ラブズちゃんとこの配信で朗読するから楽しみにしててね。やめて、俺の過去の黒歴史をほじくり返すのやめて。馬娘同人作家って結構いたんだな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。